おはようございます。たかしです。本日は7月11日木曜日、ただいま8時28分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。学生さんとシングルペアレントさんの応援キャンペーンを実施中です。FX を学びたいけれどもサブスク利用料金がちょっとと考えているシングルペアレントさんや学生さんの応援キャンペーンとしてノートメンバーシップを月額980円でご招待します。希望される方は X から DM をお願いします。条件を通過した方には招待 URL をお送りします。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきましょう。まずはポンド円ですね。ポンド円の冷やしなんですが、昨日お話ししていたのが、ちょっとこの辺りで停滞しているので、ここから下落する可能性は考えておりました。現状、いつ下落してもおかしくない、インジケーターを見ているとそんな感じなんですが、MACD 比較的強いので、基本的には上昇方向への動きを想定しておいて、ただその中で下落するかもしれないっていうところは常に念頭に入れておいてください。現在は207円も突破してきて、一旦のターゲットは達成しました。なので、ここから下落する可能性もあるんですが、ここ上抜けてくるとかなり大きく上昇していく可能性がありますので、その辺に期待ですね。では、4時間足です。4時間足は昨日夜に大きく上昇してきました。基本的には GMMA の青帯は上向きで上昇トレンド中ですので、押し目買いでやっていくのがいいんですが、ここのところの動きを見ていると、押しをあまり作っていないですよね。小さな押しからの上昇になっているので、トレード自体は難しくなってきていると思います。現在、日足もそして4時間足もストキャスティクスは高値圏にありますので、本日は一旦の調整の下落後の再上昇を考えておくといいと思います。では、1時間足です。1時間足も GMMA の青帯が上向きになってきましたね。今ここ最近ではちょっと横向きみたいな動きをしていたんですが、ここ昨日もお話ししていたように、この矢印のように徐々に安値を切り上げ、そして高値を更新していて、ここでアセンディングトライアングルみたいな形を作っていて、そこを昨日上抜け後の上昇になっておりますので、この辺の動き分かりやすかったかもしれませんね。1時間足もストキャスティクスは現在高値圏から下落中。ですので、この過熱感を解消すれば次の上昇につながるかもしれません。まずはストキャスティクスがこの辺ですね、過去こういうところでゴールデンクロスしておりますので、もうちょっと下落するのを待って、そこからの次のゴールデンクロスのタイミングを見ておくと、次の上昇の流れに乗っていけるかもしれませんが、1時間足の GMMA との乖離も進んできておりますので、もしかすると GMMA の青帯ぐらいまでの下落は考えておいた方がいいかもしれませんね。現在は日足も4時間足もストキャスティクスは高値圏、それからターゲットも一旦達成してきているので、深めの押しをつけてくる可能性があるので、そうすると207円ぐらいまでの下落は考えておきたい。そして1時間足の GMMA の青帯も207円付近にあるので、207円ぐらいの下落は最低限考えておいてもいいと思いますが、今の強い上昇を見てますと、そこまでの下落じゃなく、もう少し浅めからの上昇をしてくる可能性がありますので、直近のこの上昇にフィボナッチリトレースメントなんかを当てておいて、こんな感じですよね。この 23.6% とか 38.2%、このあたりですね。このあたりからの反発を見ておくといいかもしれません。現在 GMMA の青帯に接触するぐらい下落するのであれば 61.8% というこの辺になってくるんですが、ここまでの下落は視野に入れた上で、一旦は 23.6% とか 38.2% からの上昇をイメージしておきたいですね。現在は上昇方向に動いておりますが、かなり浅めの上昇になってますので、もう一段の下落を待ってからの次の上昇、こんな感じですよね。こんな感じの上昇を見ておくといいと思います。では次はドル円の日足です。こちらも昨日は上昇方向に動いておりますが、ポンド円みたいに高値更新をしてきたわけではありませんので、一旦はここでのレンジを考えておきたいですね。直近の高値162円ぐらいと、この白い水平線160円ぐらいのところでのレンジの中で今動いていると考えておきたいです。ストキャスティクスはまだ上昇余地がありますので、ここから上昇していく可能性もあるんですが、MACD ちょっと弱いので、そこはご注意ください。それからドル円も日足の GMMA との乖離が進んでおりますので、一度そのあたりまでの押しですね。今までは白いトレンドラインに接触して上昇ということを過去何度も繰り返しておりますが、今それができておりませんので、一度下落してくる可能性、そして GMMA の青帯、もしくはトレンドラインからの次の上昇の流れっていうところもイメージしておくといいと思います。直近ではここダブルトップみたいにはなってきておりますので、ここからの一旦の下落になるのかどうかっていうところに本日は注目です。では4時間足です。4時間足を見てますと、昨日もじりじりと上昇してきているんですね。
ここじりじりと上昇してますが、結構上昇の仕方は分かりにくいかなと思ってます。現在この緑のトレンドラインの傾きで上昇しておりますので、ここまでの押しをつけてくる可能性は考えておきたいです。そして現在地は直近の高値162円付近っていうのも近くなっておりますので、この辺が意識されて、ここでのダブルトップですね。先ほど日足で言ったここでのダブルトップからの下落。そうするともう少し上昇余地はあるんですけれども、現在地付近から下落して、このトレンドラインまで下落してくるってことも考えられますので、この辺の動き注目ですね。現在はダブルトップからの下落になるのか、それともこの高値162円を明確に上抜けて、そこからさらに上昇していけるかどうかっていうところを見ておきたいです。もし本日下落してきた場合も GMMA の青帯がすぐ下にありますので、ここまで下げてこずに GMMA の青帯付近でここから反発していくっていうことも考えられますので、その辺の動きも見ておけるといいですね。では1時間足です。1時間足はこの緑のラインを引いていたんですが、今はこの傾きで上昇してきておりますね。ちょうど今は GMMA の青帯の傾きと同じですので、本日下落してくれば GMMA の青帯付近からの上昇、もしくは緑のトレンドライン付近からの上昇をイメージしておきたいので、動きとしてはこんな感じですよね。こんな動きをイメージしておきたいです。ただし直近高値162円付近もすぐそこにありますので、昨日下落してきたこの黄色のラインとか、この上の赤いラインですね、162円付近っていうところは意識されてきますので、かなり高値圏にありますので、先ほど4時間足で言ったように、ここでの大きなダブルトップですね。ここが高値、この山が1つ目、そしてこちら今から作る山が2つ目っていうところでのダブルトップでの下落っていうのも考えられますので、その動きには注意が必要です。GMMA の青帯がここにありますので、ここを下抜けるまでは基本的には上昇目線でいいと思っておりますので、まずは GMMA の青帯を下抜けるまでは押し目買いでやっていく黄色の矢印のイメージです。そして GMMA の青帯を下抜けてくると、この緑のトレンドラインも下抜けてくることになるので、そうするとここダブルトップでの下落をイメージして、この辺りですね、160.2 ぐらいまでの下落が考えられますので、その辺の動きを見ておくと分かりやすいかもしれませんね。今は4時間足や日足でのダブルトップでの下落もイメージできますが、基本的に1時間足は上昇トレンド中ですので、この流れに乗っておく。そして先ほど言ったように、このトレンドラインを明確に下抜けてくれば下落の可能性も考えておくという、そんな考え方を持っておくのがいいです。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。